皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？元気に過ごしてらっしゃいましたかね？こうやってポッドキャストを撮るのが少し久しぶりなので、ちょっと緊張してるんですけど、今日も楽しく動画を撮っていきたいなと思います。今日はですね、何についてお話ししていくかというと、久しぶりにモチベーションのお話をしていこうと思います。で、なんでこのお話をしようと思ったかというと、実はですね、私、先週の日曜日に英語のテスト、TOEIC っていうテストを受けてきたんですね。で、私はそれに向けて最近ずっと勉強してたんですけど、でもそのテストが終わってから、なんだか集中力が保てないというか、英語の勉強のモチベーションを保つことができないんですね。ちょっとやる気が出ない。そんな感じなんですけど、でもやっぱり英語の勉強は毎日したい。そんな思いもあるんですね。で、私は最近どうやったら英語の勉強のモチベーションをずっと保つことができるかなって考えることが多くて、なのでそれについて皆さんと一緒にお話ししていこうかなと思います。で、私が考えついたことなんですけど、それはやっぱり楽しむこと。楽しむことが一番大切だなっていう結果に至りました。どういうことかというと、私は映画が好きなんですね。映画を見ること。あとはポッドキャストを聞くことがすごく好きなんですけど、そういう何か好きなことを見つける。好きなことを通して勉強するっていうのが一番勉強を続けるために大切だなって感じました。例えば皆さんも JLPT の勉強あるじゃないですか。テキストを見てずっと勉強するっていうのもあると思うんですけど、そういうの楽しくないなって感じる人もいると思うんですね。私も実際に TOEIC のための勉強っていうのがすごく苦手で、もう嫌だなとかやっぱりよく思うんですね。でも映画を見ながらの勉強とか、ポッドキャストを聞きながらの勉強っていうのは、私にとってすごく楽しい。ずーっとできるんです。一日に何時間でもすることができる。そういうのを見つけるっていうことがやっぱり一番大切だなって思いました。で、私は最近ゲームを通して日本語を勉強しようっていう動画を始めたと思うんですけど、それも結構楽しんでもらえてるかなって思うんですね。やっぱりゲームが好きな方っていうのはすごく多いんじゃないかなと思ってて、私のポッドキャストはあんまり聞かないけど、でもゲームの動画は見たいって思ってくれてる人もたくさんいらっしゃると思います。そういうのは私もすごく嬉しくて、やっぱり一番大切なのはみんなが楽しいと思えるかどうか、その勉強方法を楽しいと思えるかどうかっていうのがモチベーションを保つためにすごく大切だなって思うんですね。逆に、ポッドキャストが楽しいって思う人もいらっしゃると思うし、ゲームを使って勉強するのが楽しい。私みたいに映画を見るのが楽しい。そういうふうに人それぞれ楽しいって思うものが違うと思うんですけど、やっぱり自分に合ったもの、自分が何を楽しいと思うのか、それが一番大切なんじゃないかなと思います。で、あともう一つ今日お話ししたいことがあって、それは何かというと、やっぱり TOEIC とか JLPT って明確な目標があるじゃないですか。TOEIC はね、合格、不合格っ
っていう話ではなくて、990点満点で何点取れたかなっていうテストなんですね。800点、900点、950点。そういうふうに点数を目指すテストなんですね。で、JLPT は合格とかありますよね。そういうのって明確な目標があるじゃないですか。ここにたどり着きたいっていう明確な目標。で、私はそういう目標を持つこともすごく大切だと思うし、実際に私もそういう目標があるんだけど、でも私が思うのは、それと同時に、それにプラスして、終わりがない目標を持つっていうこともすごく大切だなって思います。どういうことかというと、例えば私は将来海外で日本語教師として働きたい。そういう夢があるんですね。そういう目標があります。他にも字幕なしで映画が見れるようになりたい。本をスラスラ読めるようになりたい。あとは友達と深い話ができるようになりたい。そういう目標があるんですけど、そういうのって、ずーっと向上していく必要があるじゃないですか。何かここを超えたら OK っていうわけじゃなくて、映画も新しい映画がどん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 出てくるし、本も新しいものがたくさん出てくるし、友達と話すのももうずっと何年も何年もその友達と仲良く話すかもしれない。だからずっと勉強する必要がありますよね。ここに達したら終わり。合格したら終わり、990点取ったら終わりっていうわけではなくて、なんかずーっともっともっと頑張りたい。そういう気持ちになりますよね。私はそういう思いを持つことがすごく大切だなって思うんですね。ここに行ったら終わりっていう目標と同時に、こういう風になりたい。こういう風になるためにずーっとずーっと頑張り続ける必要がある。そういう目標が私的にはすっごく大切だと思う。そういうのを持ってたら、例えば TOEIC とか JLPT の勉強が嫌になったとしても、でも今頑張って勉強していることは絶対に何かしらに役に立つ。映画に出てくるかもしれない。このフレーズが映画に出てくるかもしれないし、この新しい単語が本に出てくるかもしれない。それとも友達との会話の中で、その友達が使うかもしれない。そんな風にいろんな可能性があると思うんですね。やっぱり JLPT に出てくる日本語は日常生活で使わないとか、TOEIC で出てくる英語は日常生活では出てこない。そういう風に言われることってすごく多いんですね。実際にそうかもしれない。テストだけに出てくるような単語かもしれない。でも、全部がそうっていうわけではないと思うんですね。JLPT に出てくる少しは生きていて使わない単語かもしれないけど、その他にはたくさんたくさん使うものがあると思います。文法も JLPT で出てくるようなものが基礎になって、それがカジュアルになるとかは日常生活であるかもしれないけど、まず JLPT に出てくる文法っていうのは絶対に教科書的に正しい日本語ではあると思うんですね。こうやって私が話している言葉っていうのは、どうしても話してて崩れることもある。教科書まんまの単語とかフレーズなのかって言われたら違うかもしれない。教科書に出てくる文法と100%同じなのかって言われたら、そういうわけではないと思う。でも結局はそういう JLPT に出てくる単語とかフレーズ、それが進化というか、ちょっと変わって今こうやって喋ってると思うんですね。だから
JLPT の勉強なんか嫌だ。そういうふうに思うこともあるかもしれないけど、皆さんが今テストのために勉強していることは、絶対に後々どこかで役に立つと思います。だから、それは忘れないでほしい。嫌だなって思うことも皆さんあると思うけど、それでも、この今何かテストのために頑張ってる、明確な目標のために頑張っているっていうことは、それ以上の、例えば日本で働きたいとか、日本の大学に行きたいとか、友達と話せるようになりたいとか、そういうとこの役に立つんですね。私はこれは絶対にそうだと思う。絶対に役に立つと思います。だから合格したいとか何点以上取りたい。そんな明確な目標にプラスして、もっともっと大きい目標、ずっと頑張り続ける理由になるものを一つ持っておくっていうのは、モチベーションを保つためにすごく大切だと思います。実際に私もそういう目標があるから、TOEIC が終わって、今やる気が出なくて、ちょっとダラダラしてしまいながらでも、映画を見るとか、ポッドキャストを聞くとか、そういうのは続けることができてるんですね。だから、今日ご紹介した2つですね。2つの方法、モチベーションを保つための方法。一つは楽しむことを見つける。皆さんが本当に楽しいと思えるもの、日本語の勉強が楽しいと思えるものを見つけるっていうこと。そしてもう一つは明確な理由の他にもっと大きな目標を持つこと。それが私的にモチベーションを保ち続けるためにすごく大切だと思います。で、私が皆さんのためにできることを考えたときに、やっぱりゲームを通して勉強するとか、そういったことはすごく役に立つんじゃないかなと思うんですね。実際に皆さんもコメントで楽しいって言ってくれて、私もすごく嬉しいです。なのでこれからは、ポッドキャストとゲーム2つやっていくと思うんですけど、皆さんがもし両方楽しいって思ってくれるなら、両方見てくれたら私はすごく嬉しいし、ゲームが楽しいって思ってくれるなら、ゲームだけ見るっていうのも本当にいいと思います。皆さんの勉強のためになると思うんですね。で、ポッドキャストが好きっていう方は、何回も何回もポッドキャストを繰り返し聞くっていうのも、皆さんのリスニングの向上にすごく役に立つと思います。なので、皆さんにぜひ自分が楽しいって思える方法を見つけてほしいなって思います。では今日はこんな感じで、最近私が思うモチベーションの保ち方、そういったことについてお話ししました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。コメント欄で私の関西弁を聞きたいって言ってくれてる人がちょっといたので、ちょっとだけ関西弁で話していきたいなって思います。おまけなんですけど、何話そうかなって思ったんやけど、この前、最近ゲームの動画作ってるやんか。で、その中で、ペルソナ作ろっかなって言ってたんやけど、ちょっとな、ペルソナやってみてんけど、めっちゃ難しくて、私自身、あんまり理解できひんかったというか、ファンタジー系の言葉っていうんかな。あんまり日常生活で使わんような、ゲームとかアニメの世界でだけ使うような言葉が多くて、で、正直、私はそういうゲームを今まであんまりしたことがなかったから、ほんまにわからへんくて。
だからちょっとめっちゃごめんやねんけど、できひんかもしれへん。ペルソナ。でもなんか他にもスターデューバレーの他にしたいなって思ってるから、でもどうやろ。FPS とか私はめっちゃ好きやねんけど、あんまり日本語を教えるっていうよりは、ただ単に私がブワーって話してる英語じゃない、日本語のリスニングみたいになっちゃうかもしれへんねんけど、どうやろ。なんか難しいな。まあでももうちょっと考えます。もしかしたらペルソナやろっかなーってなるかもしれへんし、全然違うものになるかもしれへんけど、楽しんでくれたら嬉しいです。では、みんな、ありがとう。バイバイ。